どうも、きつね丸です。今日はですね、CIO が幕開けで先日までクラウドファンディングしていたノバポートスリムデュオ2という薄型の充電器が到着しましたので、早速レビューしていきたいと思います。特徴は 12.5mm というすごい薄さで、家電やベッドの脇などに半分隠れてしまったようなコンセントも有効活用できることと、バッグの中にスルッと入れられることで、ガジェットポーチなどああいうのは持ちたくないなって人でもスマートに持ち歩けるっていう、そういう利点がありますね。これらの利点が気になった人はぜひ最後までレビューを見てくださると嬉しいです。それではクラ活スタートです。それでは早速開けていきましょう。箱の底にテープが留めてありますので、こちらをカットして開けば、このように中身が出てきます。ここは通常買ったものと一緒ですね。まず説明書が1つで、自動延長保証の、手続き案内が1つで、ハッシュタグ X などにハッシュタグつけて投稿すると CIO 製品を毎月プレゼントっていう抽選でプレゼントという案内ですね。これずっとやってます。で、このコーポレートカラーの紫の由来などを書いたやつと、今回の製品のコンセプトですね、を書かれたカードが、ついています。そして、こちらが本体ですね。本体、今回は白の色を選べました。で、こうやってプラグを開くことで壁に挿して充電する、壁じゃないですね。コンセントに挿して充電するということができます。今回選んだのは 45W 版なので、意外とちっちゃいんですよね。本体がこれだけとなります。それでですね、幕開けで応援購入すると、最近はこのようなスペシャルサンクスというふうに書かれたノベルティがついているようになりました。今回ついているノベルティはですね、こういう押すとパカッと開くタイプのポーチがついてました。いいですね、これ結構。大きさ的にもこれに入れるのにちょうどいいですし、これとちょっと短めのケーブル入れるのに便利ですよね。これ入れといて、ケーブルがちょっと手元にはないんですが、これ入れて、カバンの中に入れておけば、セットで入れておけるので、もうなくしそうになるってこともないし、いいですね、これね。充電器持ち運ぶって人には非常に便利なアイテムがノベルティとしてついていました。こういうのついてると嬉しいですね。非常にいいものが今回ついてきたなっていう感じがしますね。じゃあそれでは、この実機について、もっと細かく見ていきましょう。それでですね、今度はこちらに Nova Port Slim 2、こっちに Nova Port Slim、旧モデルの Nova Port Slim をこちらに置きました。比べてみるとそんなに差はないかなと思いますけれども、裏側を見るとその差が分かります。ここのプラグのところが一番の最大の改良点なんですね。ここのプラグが古いタイプはこうやって上から真ん中に向かって押し出すようになってました。で、新しいタイプはっていうと、新型はここから上に押し上げて、引き上げてか、上に引き上げるようにして、90度ではなく180度までは開けるようになったと。こっちはその角度にすることは絶対できませんが、新型はこちらのところまで持っていくこともできます。あと、横に並べたときにですね、コンセントに挿そうとしたときに、こちらだと、下側のコンセントにつけるときは、非常に上に余裕があるんですが、こっちだと同じ高さだとこれだけ上に出てしまいます。これによって上側のコンセントを邪魔をしてしまうことがあったんですね。そういうところが今回改良されています。あとあれですね、この最近のノバポートの世代のやつは、ここに、ショート防止の用の、安全カバーがついているようになっています。それまではついていなかったんですよね。なので、壁にずっと挿したままで、ホコリが、積もってもショートしにくいようになっているので、家の中でもずっと固定してやすいという利点があるんですね。他にもこんな利点があるっていうのをこれからお見せしたいと思います。こちら旧型の
ノバボートスリムの方ですね。こちらをコンセントに挿すじゃないですか。で、USB ケーブルを挿して使っていたとします。この状態で使っていて、何かの拍子にケーブルを引っ張ってしまうとですね、スポッて抜けてしまうんですね。なぜかっていうと、引っ張った際にこちらに力がかかると、そのままコンセントがここを支点にしてテコの原理のように簡単にスポッと抜けてしまうんですね。その一方、今回は場所がここの上にくっついたっていうことと、この180度まで曲がるっていう、機構のおかげで、こうコンセントに挿して、ケーブルを挿す。で、使っている時に引っ張ってしまったとなっても、こういうふうに抜けない状態で支えてくれてます。戻せばちゃんと戻る。ちょっと浮いちゃうんですけども、それはこの漏電防止用のカバーで保護してくれるので、火事対策などにもちゃんとなります。気がついたら戻せばちゃんと元通りです。で、このまま引っ張ってしまっても90度までだったら耐えられますので、なんかこう、隙間とかで使っていればそのうちガンって引っかかって抜けなく動かなくなったりするので分かりやすいかなと思います。ここまでいって空に引っ張ってしまえば、コンセントにもよりますが、コンセントによれば一緒に抜けちゃうか、ケーブルだけ抜けちゃうかにはなりますけれども、とにかくこう壁に使っていて抜ける心配がなくなったっていうのは結構でかい、今回の改良点ですね。何せ前回の旧型のこれでは本当に抜けやすくって、あまりにも抜けやすかったもんですから、家の中で使ってていつの間にかに引っ張っててポーンって抜けてて床に落ちてて、あれ充電できないぞ、どうしたんだっていうので気がついたら抜けてたなんてのことが本当しょっちゅうありました。使い方が悪いといえば使い方が悪いんですけれども、絡まって引っ張っちゃうみたいなことが結構多い、寝ぼけて引っ張っちゃうみたいな、そんなことも多いんですよね。寝てるソファーの脇とか、ベッドの脇とかにすると、それで勝手に抜けちゃうってことが結構多かったので、今回の改良は非常に、これだって幕開けに出た時に非常に思いましたね。あとは狭い隙間が使えるので、縦に刺して使えば、割とコンパクトに使うことができるという、この隙間で使えるわけですからね。これ自身がちょっと特殊な電源タップなので、ここまで実際に詰められることはないですけれども、でも狭い場所でも有効に使えるっていう点は非常に便利かななんて思います。それに、あれですね、カフェとかの充電でスペースがこうなってるって、もうこういう風にしかさせないパターンって結構ありますからね。そういうところでも非常に力を発揮してくれそうな、そんな便利なアイテムになってます。それでは今度は、出力の方を見てみましょうか。それではですね、今度は iPhone への充電を実際に試して5分ごとの時間でここの熱が何度まで上がったり、熱の様子を計測し、出力が何ワット出てるか、でバッテリーが何%回復しているかというのを計測していきたいと思います。で、現在この iPhone のバッテリーの残量が 17% となっています。この 17% から30分かけて何%まで回復するかというのを要するに計測するわけですね。熱の計測地点はここになります。ここの熱がどこまで上がるかっていうのも、一つチェック要素ですね。で、出力が何ワット出てるか、これは、今ちょっとこのケーブルじゃないんですけれども、ワットチェッカー付きのケーブルを使って出力を測ってみたいと思います。で、バッテリーに関してはもうバッテリーの読みを見るってことですね。これを5分間隔で、計測していきます。そして計測結果をグラフ化して次のシーンでお見せしますので、しばらくお待ちください。計測結果はこんな感じですね。このグラフに表したように、バッテリーの回測はもう最初非常に速くってだんだん遅くなるという、通常のグラフを表してますね。出力もそれに合わせて、最初は30ワット、一応計測の範囲外ですけども、
30W を超えて 35W までいった時もありました。で、熱の方も、だいたい25分ぐらいまでは、20分から25分ぐらいまでは熱くなる傾向ですね。ここら辺までは発熱の方が高くて48.4度が最高でした。まあ、じーっと握って、この温度を何分も握っていればやけどする可能性はありますけれども、熱くはなってもこれぐらいじゃないかなっていう感じで、充電器なので熱さに関してはある程度熱くなってもそれはそれでしょうがないですから、こんなもんかなという気はします。それでも熱って感じにはならないので、いい感じの温度調整、温度の、調整ができてるんじゃないかなと思います。30分でもう 17% が 75% まで回復しちゃっていますので、もう相当十分に早い充電ができていると思いますね。非常にとても活躍できる充電器だと思います。次はですね、テスターを使った出力の検査をしてみたいと思います。まず、こちらに負荷装置がありますので、この負荷装置を使ってこのノバポートスリム2から出力を得て 45W の消費を出力をずっとさせるように設定します。その上で時間30分を見込みまして、5分ずつ30分まで測って、その時のこのシールを貼ったところの熱と出力、こちらのテスターですね。こちらのテスターで表示されている何ワットまで出ているかっていう出力をチェックします。これを30分繰り返、5分ごと30分繰り返して、発熱の様子と出力の関係を見ていきたいと思います。それでは、ここの表を埋めていきまして、それをグラフにしたものを次表示しますので、しばらくお待ちください。はい、というわけで、負荷装置を使った温度と出力の計測が終わりました。結果がこちらのようなグラフになっています。かなり優秀なグラフになってまして、熱自体はだんだん上がっているんですけれども、出力は 45W のままです。ただ、1個だけ変化があったのが、ちょうど30分経って、65度の 45W っていうのを計測した直後に出力が変更になりました。定格の 45W の出力は 20V の 2.25A なんですね。これで掛け算すると45になって 45W の出力になります。もちろん違うモードもあるんですけども、とりあえずこれのモードで計測してました。これが30分を過ぎて65度を超えたあたりで 20V の 2.05A に制限されました。で、この出力に関しては、掛け算をすると 41W になるので、最大 41W、実行的には 40W ぐらいですね、にまで落とされてました。もっと温度が上がっていけば、いろいろ段階を踏んで下がっていったんでしょうけれども、これによって、最大出力が30分を超え、状況にもよりますけども、30分を超えた場合、だいたい5W 前後、4から5W 最大出力を下げて、熱の発生を抑えるようになっているということが分かりました。だいたい65度ぐらいが鍵になっているみたいですね。ここまでノバポートスリムデュオ 245W2C をレビューしてきました。いかがでしたでしょうか。45W を30分出力し続けられるっていう能力は非常に高い安定性があると思います。そういう意味では非常にいい充電器なのかなっていう気がします。あくまで充電器として使用する上で考えた場合は 45W を30分間し続けるということはまずありえないので、普通に考えたら割と十分な性能を持っているのではないかなと思いますね。で、気をつけるべき点は 45W を電源とした場合、AC アダプターのような電源として使うことを前提とした場合ですね。例えば USB を電源にするようなモニターを使うとか、扇風機とかいろいろありますよね。ああいったようなものは45W 超えるもの
見たことはありませんが、45W を電源とする USB 機器があった場合は、そちらの方が30分連続使用したら落ちるということになりますので、そう考えると微妙なとこ、微妙ではないですね。そう考えると注意点としては一応考慮する部分かもしれません。現実問題としてそれが起こり得るかというと、ほぼほぼ8割9割はありえないと思ってますけどね。充電器としての充電は本当に早かったですよね。iPhone 17 Pro で Pro Max ではないとはいえ、充電が30分経っただけでもう 50% 以上回復したってことになります。それだけ回復する能力があるのであれば、とても優秀な高速充電器と言えるのではないでしょうかね。私個人的には非常に満足していますし、ぜひ皆さんにお勧めしたい一品だなと思います。スリムな USB 充電器を探しの方、ぜひ、購入の時のご参考にしてください。それでは、今日のクラ活はこれで終わりにしたいと思います。以上、きつね丸でした。それではさようなら。